おはようございます。画家のぎそです。今日はちょっと今までに見せていない、後ろに見えてますこちらの作品をお届けしようと思います。見せるか見せまいかずーっと悩んでおりました。なんでかというと、この技法自体をやっているという人はほぼ見たこともないかなと思うので、本当に秘密の技法とでも言いましょうか。でも秘密にしていたわけではないんですね。聞かれたら答えてはいました。でも皆さんきょとんとされていました。で、これ見せることによって、すごく安易に書けると思ってしまう人が出てくるんちゃうかなと思って、ちょっと出すのを渋っていて、約2年間 YouTube を初めて見せてはいなかったんですけども、もういいやと、これを先駆けてもう公開するというかお見せすることによってということで、マネされたで結構かなと思って、今回公開することとしました。で、半分今回の動画約30分間ぐらいはすごくつまんない仕事を延々と見せると思います。こんなというで、約4ヶ月3ヶ月4ヶ月ぐらい実はかかってますというような仕事でございます。それをぐーっと40分ぐらいになってますけども、動画としてお見せします。ちょっと面白くないかもしれませんけども、そしてこの動画はもしかして削除するかもしれませんので、よかったらこうやって書いてんねやなと見ていただいて、頭に叩き込んでいただけたらと思います。30分以降になってくるとちょっとだからこうなんだという答え合わせみたいな感じになってくればなというふうに思います。それでは楽しんでみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。すみません、早速ですけども、ちょっと途中からもうこれちょっと動画に残しておこうと思って急遽取り出しましたので、一番初めの部分というのはちょっと映ってません。白味という下地にですね、下書きをして、墨入れをして、そこからインプリマトゥーラという作業をして、この段階までっていうのはいろんな動画でもお見せしています。こういった動画とかを参考に見ていただけると、前半の方っていうのはほぼ同じなんで、それに全面にこれマスキングテープを貼ってってます。そして今何してたかというと、マスキングテープをカットしていったんですね。まずですね、壁の部分という明るい、どちらかというと有色系じゃない白とか、グレーとかの壁の部分というのを切り抜いていきました。マスキングテープです。全面に貼ってます。そしてプラス空ですね。だからちょっとこういう風にですね、ものすごい時間かかります。だからこのマスキングテープを塗った場所を剥がした場所にこのように絵の具を塗り込んでいくわけですね。だから写真を見ながらですよ。もちろんフィレンツェですね。イタリアのフィレンツェ。そして塗ったところを叩いていく。まずだから僕は壁が出来上がっていくんですね。その街とかの作り方みたいな壁とかも何層か絵の具を塗ったりとかして削ったりとかしてということをします。例えば建物によっては白い壁、黄土色の壁とかいろいろありますよね。そして叩き筆という筆です。これ叩き筆というので、要は筆跡をこれちょっと早送りにしてますけども、空とかもずっと塗っていきます。あんまり早送り基本的に使いたくないんですが、これは多分相当長くなってしまうので、だいぶカットとかもしています。すみません。それでも40分ほどになってしまいました。で、空までも書いておいて叩き筆で叩いていくと。で、この作業というのを1層やって、またこれを乾くのを約1週間ぐらい待って2層目を塗って、それが乾くのを待って剥がすという作業をするんですね。何を言ってるか分かりませんよね。で、これ剥がしたらなんとなく雰囲気分かります。乾燥するまで約1週間ということで、完全に乾燥しました。そしてまた同じようにちょっと色が、変わりますけども、全く同じ色作るの難しいですけども、なるべく近い色とかを塗ったり、1回目でちょっと色違ったなとかっていうところはこんな感じかなっていうので戻したりとか。少し色を変えておいたりする、ほんの少しですけどもね、っていう感じで私はやります。これ多分やってる人あんまいないと思うんですね。特にこんな、これいつからやりだしたんかなと思うんですけど、20年ぐらいもう経つと思うんですけども、実は本とかでも一切明かしてこなかったんですね。なんでかというと、これ学生の前でも見せたりするんですけど、これ結構楽な部分はめちゃくちゃ楽なんですね。で、楽をしようと思えば何でも楽にできるんですけども、基本的なことができないと意外とできない部分があって、
もうちゃんとこう光影が当たっているとか、あとはこれやっぱ平面的になってしまうんですね。マスキングテープっていうのをやっぱり利用するとすごくペタッとしてしまいます。でそれの対処法としては、例えば遠近法とか立体感出すためにとかっていう方法があるんですけども、それを知らずにただマスキングだけをやってしまうとすごく平面的になってしまって、でもそれでもなんかできたような雰囲気に感じてしまうんで、とりあえず君はやめといた方がええよって言うても、もうしつこくこれは楽と勘違いしてやり続けるような学生が出てきたんで、これあんまよく教育的に良くないなと思って、だから皆様もそこのところ注意して、やりたかったらやればいいです。でこれマスキングテープに関してはエアブラシ用の大きなマスキングテープなんですけども、ものすごいフラットなものにしかくっつきません。紙やったらケント紙とかです。今これマスキングテープを剥がしていってるわけですけども、ケント紙とかすごくフラットなで、これ白味なんですけども、ちょっとでもザラついてたりするとすぐペリーで剥がれてきますので、やっぱ使うの難しいんですよ。だからこの平滑な、僕は白味という下地、ほら出てきたでしょ、白い壁、あらまーって感じですかね。うっすらとこの、下の線描が見えてるぐらいのインプリマトゥーラで僕は止めているんですけども、こういう風にですね、マスキングテープをビリ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 と剥がしていく。これだけでもね、2時間ぐらい、剥がすのだけでも1時間はかかったりすることもあります。でなるべくこう、今これカッターの刃です。軽くやすってってます。で、カッターの刃で軽く、ボコボコしてる表面をあまりこう全くもってフラットにするのではなく、でもやっぱりこの後またマスキングテープを貼るんですね。2回目3回目、そういうことをしてるんですよ。だから僕の場合っていうのはいろんな仕事をしてますので、どうしてもですね、なんか映画見てますね、これあれなんか見てるのか、音用に。そしてこんな感じです。エアブラシ用のマスキングテープ、ペタッと、それでなんか障子紙でもはるかのごとく空気を抜くようにして、こうやってね、ティッシュで上から下へピコピコピコとね、伸ばしながら、わかりますか？何見てはるんですかね、このおじさんはですね。っていう風に綺麗にフラットしてカッターの刃でビューッと切って、っていう感じでしょうか。これが2回目のマスキングテープを全面に貼っていく。だからなんかちょっと仕事が忙しい時とか、絵の具を出すのとかもったいなかったりするんですね、私の場合って。だからこういう下地の線を描いてみたりとか、こういうマスキングを貼る仕事。でもこのマスキングテープも夏場とかにやってしまうと、夏って暑いじゃないですか。べったりくっつきすぎてしまうんで、これ貼ったらできたら1週間以内にこのワンカットしてまた絵の具を塗って、要は2週間3週間ぐらいあんまり長くなりすぎないように、貼ってからするようにはしてます。2週間でも長いかなと思うことあるんでですね。でこういうふうに切っていってるわけね。なんと地味なペリなんと地味な。皆さんどうですか？やりたいですか？やりたくないでしょ。でだからお店もしなかったんですが、これを見せることによって、これ僕質問には答えていたんですね。個展とかして、これどうやって書いてるんですか？多分言うてもわからんと思いますよなんて言いながら、一応マスキングテープね、全面に貼ってね、一個一個切り抜いていってるんです。うわーって感じで答えられます。でも分かってはんのかななんて思ってたんですけど、これで完全にお見せすることによって、もう私はもうこれでね、全てお見せしたぞと。YouTube 卒業かみたいな感じでしょうか。こういう風に剥がしていって、本当に地味でしょう。マスキング1回のマスキングテープで、切り取るのだけでも何時間かかるのかな。2日3日やってます。夜中起きて2時間3時間、ちびっこが起きたらそれ抱っこしてあげたりとかですね、一緒にお腹の上で寝ている子と一緒に寝たりとかしながらですね、という感じでこれ 2層目を塗っていってる。またこれ壁です。壁の中で塗り残したとこおよびちょっと暗いところとか影、なかなか影の中の色とかっていうのとかを塗っていったりするんですね。どうですか？こういうふうにですね、私の場合っていうのは今までやったこと、あんまり見たことないこととか、やっぱり作家さんっていうのはそれを探していくというのも大事なことで、ですね、例えば印象派なんていうのは筆色分割法であるとかっていうですね、方法を編み出していったりとかですね。で、その書き方技法みたいなのを編み出していくっていうことも大事なんですね。で、私みたいに見せることによって、真似されたら、真似しはったなぐらいに僕は思って、皆さんもそう見たらいいんじゃないですか。小木曽先生となんか同じように書いてはるねみたいな感じで見たらいいと思いますし、皆さんも真似したら小木曽先生みたいになっちゃったみたいになるかもしれませんし、そこから自分のねオリジナリティ探していくというのもヒントになればと思ってます。だから僕はマスキングテープを浪人時代にですね、マスキングテープ使ったらダメだよっていう先生おられたんですよ。
で、その先生が、なんでですかって僕聞いたら、やっぱ硬くなるからって言われて、じゃあ硬い絵描きたい人ってどうなるんかなとか、実際こう美術史的に見ると、すごい硬い絵とか抽象表現なんていうのもあるわけですね。すごくマスキングテープを使ってガンガン描いてる絵とか。だからそういう逆説的にこう捉えていって、やってる人いるけど、こう教育の中ではノーとされるようなこと。でも理由聞くと、そんなことかと。例えば写実的に描いたら受験は受からんよって言われたことあるんですね。なんでですかってまた聞くんです。僕変な人やから。そしたら時間が足らないからだよって言われて、またこれ2層目をまたマスキングを塗って、これまた2層塗ったんですね。塗ってますか今。で2層目また塗っててますね。すみません、本当に40分間ぐらいこんなん見せられますけども、それで写実的に描いたら受からないよって言われたんで、なんでですかって聞いたら、時間が足らないからだよって言われたんですよ。じゃあ時間が足りたら東京芸大受かるんちゃうかみたいな感じで、アクリル絵の具をほぼ初めて使ってみて描いて、受かったという。だから僕ちょっと本当に皆様ね、もう私の視聴者の方は気づいていると思うんですけども、超ひねくれ者なんで、言われたことの逆を探していくという、そこに意外と宝物はあるぞっていう感じでですね、言われたからその通りやろう、その通りやろう、やったらじゃあいいんですかっていう風に考えると面白くないじゃないですか。自分しかね。それではマスキングテープ剥がしていってます。これ乾かんうちに多分言ってますね。そういうこともやることあります。もう今日ちょっと早めマスキングテープ貼ってから時間経ちすぎたから早め剥がそうっていう時は、ちょっと大きいところだけでも剥がしておこうかなっていう感じで、今 2回目のマスキングテープを塗って剥がしていってます。だから手とか絵の具ベタベタつきます。もうそんな覚悟でいきます。こんな感じでですね、2層目を塗っていったらちょっとさっきより複雑になった感じしませんか？細かい部分はいいやと思って、とりあえず大きいとこだけでも剥がしておこうかなっていう感じで、こんなにして剥がしていくわけですね。どうですかね。こんな地味な、これマスキング剥がす作業面白いですよ。絵の具が乾いてたら気持ちいいんですけどね。チビももうちょっと大きいなったらこの辺ぐらいは手伝わそうかなと。屋根の部分をマスキングして、乾燥して、またこれマスキングテープをもう貼った後です。今度は奥の山とマスキング、屋根の部分、次赤い写真をちょっと、ね、見えてますけども、屋根の赤い部分を今度塗っていこうと思ってます。壁、屋根。その順番とか、いろいろまちまちやったりしますけども、大体これが僕多いですね。壁、屋根、また壁とかね。というふうに、なんかもう何十年と絵描き続けてくると、なんとなく私の中でこれ、マンネリにならんようだけ気をつけんといかんのですけども、こんな感じでやったら、合理的かなっていう感じでなってってます。今、奥の山を描いてますね。そしてこう屋根ですね。暗部を意外と初めに描いていきます。暗い部分ですね。一番暗い部分とかの、フィレンツェの屋根を描いていってますですね。なかなかレオナルドとかも若い頃過ごしてですね、こういう街ですけども、本当ヨーロッパの街並みっていうのは美しいですよね。日本のあれはあれで面白いのかもしれないですけど、ネオン街のね、何も色の統制が取れていない、いろんな色がガチャガチャみたいな、全くそういうことはないわけですよね。やっぱりちゃんと昔からの佇まいを残しつつということで。これはウィッツの横にちっちゃい展望台があって、意外とここ知られてないっぽくて、私ももうフィレンツェも4回目か5回目行ったんですけども、意外とここ知らなかったんで、登ってみたら、こういうところからこう見えるんやということで、今回書いております。だいたい4ヶ月近くかかったかなと、もちろん他の仕事もしておりますので、ビシッとやっても2ヶ月ぐらいはかかります。もうこれ1枚に従事してもやっぱ乾かす時間とかを合わせてもですね、っていう感じで屋根をやっていってます。どうですか？もう本当につまらんでしょ？こうやっていってるんやと、マスキングテープをね、もう本当に、切り取っていくんですね。こういう作業を絵の具を塗って少し屋根とかもちゃんと写真とか見ながら光の方向とかを考えながらですね、塗っていってます。明るい鮮やかな屋根というのはだいたい新しい屋根だったりしますよね。古い屋根っていうのは少し色がくすんでいたりとかっていう風にして、なってありますという感じで塗っていきます。でフィレンツェとか本当にウィッツなんていうのはね、オフィスっていう風に言ってメディチ家のオフィスだったわけですね。メディチ家っていうのはメディシンとかそれで財を成してですね、プラトンアカデミーとか、要はもうルネッサンス最盛期にですね、パトロンとしていろんな絵を買って皆さんが知っているような
ヴィーナス誕生とか、サンドロ・ボティチェリのプリマベーラ春なんていうのとか、ああいうのはですね、本当にこうメディチ家のですね、別荘にあったから、その難を逃れたという話もしてます。何の話って感じかもしれませんけども、サボナローラというですね、修道士さんがちょっとこうルネサンス、またルネサンスの話しましょうかね。ルネサンスっていうのは再生っていう意味とかあるんですけども、古代ギリシャローマ時代の乾燥をしてまた2層目の屋根を描いていきます。再生という意味、よくこう再生とか言うんですけども、何から再生って感じなんですけども、要はキリスト教っていうのは偶像崇拝を禁止していますよね。で、ヴィーナス誕生っていうのはキリスト教ではないですよね。古代ギリシャローマの神話に出てくるヴィーナスですよね。で、裸を描くなんていうのもなかなかのことなんですね。で、キリスト教の中では。でも古代ギリシャローマの考え方とか、要はもうね、ルネサンスって1500年頃の話、1517年頃から収束に向かっていくとされているんですけども、その1500年古代ギリシャローマ帝国が250何年でしたっけ、すみません間違えてたら申し訳ない、今何も見ず喋ってますんで、ローマ帝国が滅びて、ですね、偶像崇拝を禁止する方向で国教としてキリスト教を統治していって、だからですね、その古代ギリシャローマには皆さん知っているような、例えばミロのヴィーナスとかね、マルス像とかマルースとかヘルメスとか、ああいうのっていうのはもう今から2000年以上前の像だったりするんですよ。でも1500年頃までの間、古代ローマ帝国が滅びた後にそういうのがなかったんですけども、1400年頃からちょっとそういえば昔のこの肉体美とかすごくねみたいな感じで復活させていく運動、それがルネッサンスというわけです。それの一翼を担ったのがメディチ家ですね。プラトンという哲学者がいてとかですね、アリストテレスとかソクラテス、こういう考え方、すみません。そして乾燥した後、3層目、テンペラ絵の具をなぜか使います。なぜですか？テンペラ絵の具、これベンガラ、一番赤っぽいのはベンガラっていうやつなんですけども、ライトレッド。白はチタニウムホワイト、バーントシェンナにウルトラマリンにローシェンナかな、右は何だろうな、茶色っぽいやつですね。これなぜテンペラ絵の具を使うかというと、ちょっとカラッとした雰囲気になるんですね。油絵ってどうしてもねちょっとしてますけども、ちょっと屋根の部分だけでもちょっとカラッとさせてあげようかなということで、ちょっと今テンペラ絵の具一生懸命練ってますけども、全然そうね、あんまりカットしてなかったですね。これテンペラ絵の具です。で、3層塗ったことになりますよね。で、それでだいぶ複雑な絵の具の構造、重層構造というのができてくると。で、すみません、ルネッサンスの話に戻りますと、古代ギリシャローマのでミロのヴィーナスとかですね、そういう古代ギリシャローマの神々、要はキリスト教というのは一神教なんですけども、古代ギリシャローマ神話に出てくる神々を描いたりしていくっていうようなこともあったりとかってして、だからすごくいろんな肉体美、もうミケランジェロがムッキムキの、ね、人描いて、裸のムッキムキの人描いてみたりとかですね、要は天地創造っていうのはですね、旧約聖書のお話だったり、もうちょっとややこしになりました。ちょっとそういうのも動画作ってますので見てください。っていう感じでテンペラ絵の具で全面に塗っていって、これは乾きが早いので乾いたら剥がしていくという作業をしていきますね。もう全部やりましたね。こういう話もしました。ぜひそういう動画も作っておりますから、勉強したい方はしてみてください。少し、まだまだ30分近くありますので、若い頃に行ったイタリアや旅行のお話でもしましょうか。今ヨーロッパ情勢がすごく大変なことになっている日に、今3月2日に録音しておりますけども、やっぱり東欧の国、僕はチェコというところには行ったことあって、なんか本当にもうウクライナは行きたいなと本気で、思いましたね。なんかね、東欧の国っていうのはすごくあとはあれですね、クロアチアっていうところも、あれは東欧に入るんですか？すみません間違えたら。行ったことあるんですけども、ちょっとその辺僕も曖昧ですけども、クロアチアというところとかイタリアですね、チェコとか、すごくなんていうの、すごく規律正しくて真面目でも明るいみたいな感じの人種の印象があって、すごくいいなっていうふうに思いました。
チェコなんかは本当にこう食べ物も美味しくて、クロアチアももちろんイタリアに近いから食べ物も美味しくて、クロアチアはすごい物価高かったイメージあるんですけども、で、私は一番初めに海外旅行行ったのは大学3年生の時なんですけど、その時フランスとイタリアに行こうと決めて、イタリアでやっぱりこう美術の源流を学びたいなというふうに思って、西洋美術ですね、特にね、学びたいと思って、今このマスキングテープ剥がしていってる、屋根もこんな風にマスキングしてたんやってすごいでしょ。一本一本こんな風にやってるんですよ。で、源流を学びたいなと、やっぱ学ばんと西洋絵画やってるっていうね、意味が、それでこんな感じに屋根を1回目やりましたということで、こんな感じになってきた。そしてこれはニードルで引っかいていってますね。ニードルで引っかいていって、屋根とかの、定規使ったりフリーハンドで描いたりもしますけど、これフリーハンドで描いてってますよね。へこみをつけてってます。これもよく聞かれるんですけど、これを溝を一本一本こうやって掘っていってる。もう気が遠くなる。源流を、ルネッサンスも含めですけど見に行こうと大学の3年生の時に行ったんですね。で、ルーブルとかもちろん行ったんですけど、オルセーとか行ったんですけど、やっぱこう当時は今から25年ぐらい前かな、なんかこう本当にフランス人とかはもう今みたいな観光に来るユーロではなかったので、当時フランとかですね、ザ・フランス人っていう感じで、なんていうかたどたどしい日本人とか相手に戦前みたいな雰囲気だったんで、ちょっと居づらいなと思ってイタリアに入ったんですね。でイタリアに入ったら、なんかこう電車の中でですね、特急電車に乗って、行って、当時はですねユーロ券、今はユーロですけども、当時は国境を越えるとパスポートを見るっていうので、電車の中でこう待ってたら車掌さんが入れ替わったんです、途中で。多分スイスあたりとかですよね。でイタリア人の車掌さんになって、パッと振り返って、で座ってて振り返ったら車掌さんが入ってきたから、もうパスポート握りしめて、20歳そこそこの若者は来はった。にまた屋根をこれはこんな感じで、屋根を1回やって、定規でやりましたってことですかね。そして、このへこんでるところ、屋根のところだけを今暗い色を塗っていってます。これテンペラ絵の具かな、どっちかな、テンペラ絵の具かもしれません。多分テンペラ絵の具ですね。なんてことしてるんですかって感じですよね。でヨーロッパに入って、イタリアに入って、でそうすると車掌さんが多分見に来はるやろうなと思って、ガーッと後ろの扉が開いたから振り返ってみたら、後ろ車掌さんとかいるんですけども、ちょっと止めます。そして、どこまで話したかな、パスポート見に来るかな思ってドキドキしてて、車掌さんが電車の中入ってきて、もう来ると思ってもなかなか来ないんですよ。パッと後ろ振り返ったら車掌さんが何ですか、同じ、乗客の人と車掌さんがなんか向こうの方でなんか喋って、もう座り込んでなんか喋ってるんですよね。よう見るとポーカー一緒にトランプしてたんですよ。でね、日本人のもうね、ちんちくりんの若者が、パスポート見に来おへんのみたいな顔で見たら、大丈夫、もうすぐ見に行くから、みたいな顔されて、なんかいいなーって、自由な、ね、イタリア面白いなーと思ったのが、21歳、2歳のお話です。アッシジという町で、特急電車に乗り過ごしてしまったんですね。どうしてもこう乗りたくて、なんかこうチケット多分日本で HIS かなんかで買っといたかなんかで、そしたらちょっとこう時間間違えて乗れんくて、どうしようと思って、も各駅でお金もないし行くしかないわと思って、決まってた電車に乗れなかったんですね。そしたら時間あったから、暇やったから、向こうの方にまた駅員さんがおって、電車が来るね、ふらふらしてはって、遠くの方からそのおっさんをこう絵描いてたんですね、駅員さんを。そしたら近く寄ってきて、お前何しとんねんっていう感じで言うてくるわけです。そして屋根がこう今暗くなってますけれども、塗りました。何しとんねんって言うてくるからですね、いや今絵描いとんねんって言って、お前見せろやみたいな感じで言うてくるわけですよ。それでこれちょっとお前めっちゃうまいやんけっていう感じで、これ全部イタリア語で言うてきて、なんかそんな感じで喋ってんなっていう雰囲気ですよ。雰囲気ですけども、言うてきはったから、お前にあげるわって言うてですね、プレゼンターみたいな感じで言うたら、ほんまけありがとうみたいな感じで、めっちゃうまいやんけ、ライカ・ミケランジェロ、ここだけ英語で言うてきたんで聞き取れましたけど、そんなことを言われたら、今これカッターの刃で削ってる。ここまで見せるか。ねえ、カッターの刃で削ってます。
もうこれもやっぱりこう失敗から生み出た産物で、若い頃どうしてもこうなんかもうこの絵気に食わんっていうので消した絵があって、それを消す時に、紙やすりというよりはこのカッターの刃で、このカッターの刃も田口康夫先生という大学3年生の時に受けた黄金背景テンペラ画という授業で、これカッターとか鉄板で、石膏樹というのを削る、またこれマスキングテープ貼ってますよっていうのから編み出た方法なんですね。失敗やら何か違うところから技法とかっていうのを編み出したりとか見つけ出したりします。でライクはミケランジェロとすいません、今日も脱線がひどうございます。私はだいたい脱線してますので、すみません、こんな感じです。ね、こまごまと解説するというよりはただ喋りたいことを喋ってるというだけでございますので、またマスキングテープを切っていくという4回目ぐらいですか。ライカ・ミケランジェロなんて言われてこうプレゼントしたら、次特急お前来るけどお前乗れへんかみたいな言われて、いや俺金ないノーマニーみたいな感じで言ってたら、かめへんとか言うんですよ。25年前の話ですよ。今は多分違いますよね、もちろんね。っつってそれで、特急電車がピューッと入ってきて、この電車ローマまで行くからお前乗っていけやみたいな感じで、確かローマかフィレンツェか忘れましたけど言われて、いや俺金ないからちって、ちょっと俺、駅員さんですね、俺が車掌に掛け合ったるからっていう感じで車掌さんの方に行って、車掌さんにですね、あの日本人乗せたってくれや、かめへんでみたいな感じで乗せてくれたんですよね。くれたからお前友達やみたいな。いやそんなん結構ね面白いなと思いますよね。本当にそういう陸続きの国同士ですからね、なんか面白いなっていう感じがしますもんね。なんかね、ヨーロッパまた行きたいですね。なかなか今行きにくい状況ですけどね、コロナが落ち着いたらぜひ行きたいなというふうに思います。僕なんかよくヨーロッパとか海外行って、同じ同業者の美術やってる人間っていうのは海外とかに行ったりすると、もう大体のことを海外でやられてるから、もう全然こんなことやってても古臭い、やめちまえみたいなことを言うんですね。私ももちろん今も言われたりしますけど、もう全然無視してますけども、はいはいとかいう感じで、僕はなんかそういうとこからなんか新しいものとか作り出せんかなっていう気持ちでやってたりするんですけども、別に評価なんていうのは全員にもうみんなに大谷翔平君じゃあるまいしみたいな感じですもんね。大谷翔平君なんてもうみんなから評価されているわけじゃないですか。でも彼は反対されることもあってやってたりもしますもんね。今でこそもうみんなね二刀流賛成って言うてますけど、若い頃はこんな無理やって言われたり。でももう美術も同じやと思います。皆さんもなんかこう言われたからこうしなきゃじゃなくて、でもこんなんもあるぞとかっていう風な目を持ってあげたりした方がなんか面白いじゃないですか。書き方なんかでもいろんな書き方をなるべく指し示していけたらなという。そしてこれなんか本当にもうね何十年間で積み上げてきた私の技術修練の鍛錬の極致かもしれませんよね。こんなじゃあどのあれがいいんですかあれがいいんですかって聞いてくるかもしれませんけど、自分で探してみてください。マスキングテープどこに売ってますかって、そんなことを教えたいわけじゃないんですね。本当にもうそれは自分たちで編み出したり開発したり考えたりしてほしくそういう技術的なことも一応は教えたりちょこちょこしています。これを公開することによってすごくそういうの聞かれるのめんどくさいなとは思ってるんで、聞かないでほしいなと思います。でもう意地でも探し出して、今の時代もうこれネットとかもまだ整っていないような時代に自分なりに編み出していった方法なんで、ちょっとそこのところは皆様頑張ってですね、そうなってくると本当にまさに教室でも開かんといかんなとか、もうお金取りたくもないので、自分たちで編み出していくという考え方ですね。でこういうふうにヨーロッパの絵画とか見ていると、案外昔の絵とかで、そういう絵とかマスキングテープじゃないですけども、初期ルネッサンスなんていうところっていうのはマスキングテープに近いような黄金背景テンペラ画とかですね、あるんですよ。だからなんか全部を初めから否定するっていうことは私もちろん日頃もあんましないようにっていうかほぼしてませんけども、何か可能性をですねこの中から逆説的に解いたら、なんか全く違うものって人が見たね、どうですか、5回目か4回目かもう忘れました。マスキングテープ剥がすといよいよなんか密度高なってきたと思いませんか。実はこの後もう1回やってます。もうどこやったか覚えてませんけど、もうそれやってもほとんど変化ないからお見せしないことにしまして、こんな感じで4回か5回か6回やりました。こんな感じでございます。
そしていよいよなんか描くという作業30分もダラダラとマスキングテープの作業をお見せしました。どうもすみません。ここからはですね、これどっちかというと平面的じゃないですか。わかりますかね。で平面的で今こう全体に完成油と呼ばれる、ポピーオイルとこれはコバルトバイオレットやと思いますけども、何でもいいんです。自分たちの好きなのを探し出してください。ただ僕は完成油というので全面濡らすことをまずします。これによって、冬場なんか2日間ぐらいは濡れた状態、今録画している最中も実は今朝も4時間ぐらい、夜1時から朝5時ぐらいまで書いてたらちびこ起きたからちびこ抱っこして一緒に寝てたんですけども、そういう風にこう大体2日間弱かけるんですね、濡れた状態で。僕はこう濡れた状態を作っておいて書くということを、これも逆説的なんですけども、よく受験とかでは絵の具を乾かしながら書きましょうというふうに言うんですけど、乾かんっていう感じがあるんですね。もちろんこのマスキングテープをやっていく作業は完全に乾かしながらやっていきますけども、逆にここからは乾かないような状態を作って書いていく。でそれによってできる効果っていうのは何かということを考えるわけですね。でそれがこうなんかぼかしとかにじみとかないかな。でこれ今これスカンブルって言って奥のこう中継から奥の景色みたいなちょっとこう白とか混ぜたような色とかで、空気遠近法です。まさにこうレオナルドが生活していたフィレンツェで空気遠近法を使うなんてっていう感じでしょうか。空気遠近法的に、白っぽいのをもやをかけてシューッとしていく。いかがですかね。紫色を塗ったこれグレーズに近いんですけど、ほとんどその紫は効果ないかもしれませんけども、で輪郭のところとかもこういう風にちょっと塗っていって、スカンブル白っぽい色、そして空なんかも山とかの接しているところなんていうのもこう入っていくぐらいの半透明の色を塗っていってる。今までの仕事っていうのは不透明だったわけですね。マスキングテープでやっていた。で今度はこう下の絵の具とかもうっすら透けて見えるぐらいの半透明というような感じで塗っていくことによって、奥行きがグググググと出てきたりしません？空気遠近法ね、こういう風に描いていくんや、面白いなって感じでしょ。今までカタカタが少し柔らかくなって、そして遠近感的なところが少し出てきたぞという感じかもしれませんよね。空もこうやって描いていく。いやここまで見せたかっていう感じでしょうか。口では言っていたんで、そのことをまた言うのもめんどくさいし、こう減るなと、また横着をしようとしてますね、このおじさんね。だからね、そういう空もちょっと青空があって、雲があってというところを書いていってます。ここからの作業というのは、ほぼ1日で一気にやってます。1日半ぐらいかけて、夜も通してやってという感じで。で、この絵は完成まだしていません。今日これ公開している何月か何日か分かりません。3月何日だと思うんですけども、完成はしていません。でまた乾いてからまた書いて、またもうほぼ変化は皆さんにとってない、あんまりないと思います。でもやっぱりこんなとこも書いてはるわとか、マスキングテープはもう使わないと思うんですけども、筆で書いていく作業というのをしていきますけども、ほとんど変化がないという。だからもうこの辺で公開しておこうかなと思いました。まだこれマスキングテープがちょっと残っている、指先で触ると分かるんですよ。でこうグレーズという仕事をしていきます。このぐらいかな、ちょっと紫青っぽかったのが少しこうくすんだ感じになっていって、このぐらいかな、これをグレーズと言います。スカンブルという半透明の層を塗った後はグレーズというふうに言います。どうですか？それで影をね、右から光が来ていると、それに、影が落ちているこうね、感じが出てきましたね。疲れたでグレーズをしてスカンブルをして、書き込んでという作業を繰り返しながら密度を上げていって、これもちょっとピントがすみません、合ってないです。後の方合ってきますので、またグレーズの場面もう少し待ってくださいね。でだいたい大きくこういう風に、グレーズをしていきながら、細かいグレーズもしていきながらという作業をしていきます。後の方でちょっとピントはちゃんと合いますので、ちょっとお待ちください。この辺はもう一人で編集、一人で録画、一人で喋る、全部一人でやっているという状況なので、少しねミスとかも多めに見ていただければと思います。カメラマンがいたらもちろんねピント合わせたりすぐできますけど、おじさんは、書いてる時カメラ見てるわけじゃないですからね、許してもらえると頑張れおじさんっていう感じでしょうかね。ゼレンスキー大統領と世代は近いですね。40、彼は3歳です
78年生まれとか言ってた気がするんで、ね、43歳4歳ぐらいかなですね、影を描いていて、これだけでも印象だいぶ変わったと思いませんか？影がグッとなったことによって立体感みたいなのが出てきた。平面的にペタッとしていたのがこうね、でグレーズも透明層、これは例えばコバルトブルーとバーントシェンナトランスとかトランスオキサイドレッドみたいな色なんですけども、茶色と青で作ったりとか、少し紫系、この辺ピンと合いましたね、とかですね。でこまごまとこうグレーズして、下の絵の具というのもちゃんと見えつつも影というところを塗っていってます。でこの作業というのは結構時間がある日を探していかないとできないです。一気にやりますので、だいたいもう何時間、8時間、9時間、10時間、11時間、よくこう聞かれる質問にもまたあるのは、何時間ぐらい書きますかって聞かれますけど、ある時間あったらあっただけ書きますよ。24時間あったら2、3時間ね、間寝てぐーっと書きます。でそういう日はそういう仕事を持ってきます。例えばマスキングテープを切り取るとかっていうのは、なんか合間の仕事の合間1時間空いてんなとか30分空いてんなとか10分でもできる作業じゃないですか。でそういうふうになんか自分の中で仕事を割り振っていってます。でこういう仕事っていうのはある程度時間があるときに、でこう録音してる45分間、今日午前中はさっきちょっとね掃除機の音入ったんで、一旦録画を止めましたがそういうふうにしてます。という感じでこう叩き筆でこれをまた叩いていくということをして、グレーズですね、スカンブル、グレーズ、叩き筆、そしてこの筆跡をなくしていく。ちょっと拭き取ったりもしてます。拭き取る部分もあったりとかですね、この辺の調整は拭き取ったり取らなかったりとかっていうことはもう自分のそれぞれの人の判断に任せますけども、こういうのをグレーズすることによってね、影っていうここの中全部影に入ってますねっていう感じがわかるんじゃないですか。どうですか？面白いでしょ？なんかね、こういうのなんかこうグレーズっていうのをグラッシュってフランス語で言うんですけども、まずなんか一番初めに教わるというか覚えるというか、おつゆがきみたいな風に、言われたりしますけど、僕はもうやっぱりこうちゃんとこう指ですり込んだりするぐらいの感じでやります。たらーっと垂らすというよりは。でこれ何でやってますかって言ったら、テレピンとポピーオイルだけです。僕はもう本当テレピンとポピーオイルだけです。もうそれで十分僕はかけますし、耐久性とかいろいろ考えたら、僕20何年やってて何回かこう修復してくれっていう相談あったんですけど、それはですね、その方がちょっとこう倉庫的なところに置いといて、カビが生えたっていうので、確かにカビが生えたなっていうので修復してくれっていうのと、大昔シナベニアと呼ばれる今に白亜樹というのを塗っているんですけども、ラワンでお金がなかったから、もうそういうの時のラワンベニアのパネルとかだったら3割ぐらい安いんですね。でそのラワンベニアで描いたものが若干ひび割れとか起きてるというのがあったりします。だからね、もうその修復とか後でせなあかんってなってきたりするとすごい大変なので、可能な限り、いいものを使っていった方が僕はいいと思いますし、なんかいろんな溶き油とか、僕はもうこの2つで、修復をしてくれって言われたことほぼないので、ほぼっていうかもう全然ないので十分かなというふうに思ってます。完成油とテレピンだけだったらやっぱひび割れ起きるかもしれませんけど、完成油を混ぜて、でもうだいたい下の絵の具初めに塗りました、紫色を塗りましたけども、絵の具を利用してます。もうほぼそれを利用してます。で今こうグレーズしているのもだいたい透明色系を塗っていってます。青は半透明かもしれませんけど、コバルトかウルトラマリンとか、茶色やったら、バーントシェンナトランスとかローアンバーを入れてみたりとかで、あとはフタロシアニンブルー系みたいなのとか、赤やったらアリザリンクリムソンみたいな色とかですかね。そういった色で、グレーズとかしていってます。色はもう本当に皆さん個性やと思いますので、皆さんが好きな色を絵の具屋さんとか画材屋さんに行ってですね、この色欲しいとかって思って買っていった方がいいんちゃうかなというふうに思います。でこう後ろの山とかもこう描いていってますね。どうなるんですかねって感じで、この段階っていうのは今日は長い一日になりそうやぞっていう感じで、空を描きます、雲を描きますねという感じです。ただぎゅーっとこのマスキングがある程度終わっていったら、この作業からは楽しいですね。細かい仕事もうどんどん密度が上がっていて、要は解像度が上がっていくような感じとか、グレーズすることによって深みみたいなのが出てきたり、奥行きとかっていうのを出しやすかったりします。雲の影を描いていってますけども、
だからすごく楽しい作業である反面、やっぱりこうでっかい作品、これだと30号ありますけども、30号の作品とかになるとやっぱ時間かかるんで、それなりにこう覚悟もして、しっかり前日寝ておいて体力を貯めておいて描かないといけないなという感じがしますね。空を描いていってますという感じでですね、このぐらいになりました。あとはもうぐーっと細かい描写をとにかく詰めていく。もうあとはあんまり変化が少ないんですが、最後少しだけ、こんな感じでネチ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 書いていくっていうところをもう少し、アップでお見せして、終わりたいと思います。今日だらだら長い、放送となりましたけども、本当にもうこうやってニードルで引っかいてるとかなかなか動画では見にくいと思いますし、最後にネチネチと屋根を瓦を一個一個描いていたりするところもあったりしますので、こういう動画を見て、本物を見ていただけるとよりこの人はこんなこと編み出しはったんやっていうことがわかるんじゃないでしょうか。分かってほしいですしね、ということでダラ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 と今空のところをお見せしています。ここのとこもっと短くすりゃよかったなという反省はあります。すみません。また今度、こういう風景お見せする機会があれば、これ輪郭のとこ大事です。今これ円辺対比法って言ってですね、ぐーっと前にドゥオームを出してあげようかなとかねしていってます。で、こういうところ奥行きを出していく山とドゥオーモがくっついてないように輪郭のところを描いていったりとか、ここの緑との色ぐらいかな、奥行きがちゃんと出てるかなという感じで、このぐらいかなあのぐらいかなっていう感じで、試行錯誤しながら一発で混色するというよりは塗っておいてこうかなかな、塗っておいてかなこうかなっていう感じで、おじさんの汚い顔を申し訳ございません。もう自分でも嫌ですね。もう本当にちゃんとシミ対策、肌荒れ対策はしてください。そして最後こんな感じでネチネチ、これを延々とほとんど筆、細い筆、これラファエロのコリンスキーかなんか筆かなと思いますけども、こんな感じでネチ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 書いていってます。まあもうコリンスキーとか動物芸ってなかなか手に入らなくなっていきますんで、ナイロンの筆とかでも十分書けると思いますよ。ネチネチ面素筆とかでちょん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 、わあこんな合間にライブペイントとかもしてはるんやとかね、学生さんも卒業していってはるんやとかですね、ネチ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 こんな感じで書いていってます。ちっちゃい仕事ですけども、もう最後こんな感じ。これも若干ピントがずれてますね。難しいですね。ピント合わせたつもりですけども、この辺もこうね、すみません。ちょっとピントずれてます。この辺なんかもニードルで引っかいて、これだと見えるか。ネチ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 とこんな感じで、ぜひ本物を見ていただけると、そうか、この辺実は点打ってはるんやーっていう、これニードルで引っかいて削ったからこうなってるんやーっていうのがよくわかるんじゃないでしょうか。暗い色を塗って削ったという、何分前かわかりませんけども、ということでこんな感じです。そして後ろの街並みもこんなちゃんとね、いう感じで、最後すごく細かい仕事、もうこれ以上見せても皆さん気持ち悪くなってくると思いますので終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。こんな感じで作品ができて上がっていってるんですよということを見ていただければというか見ていただきました。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは終了します。
ご視聴ありがとうございました。9割ぐらいですね。もうちょっとこれが完全に乾いてからまた絵の具を塗っていって、またグレーズして、またハイライトを描いてということをあと2回ぐらいやるんですけども、あんまり大きな変化はなくて、完全に私のですね、なんていうか自己満足の世界に入っていて一番楽しい仕事なんで、ちょっとその手前ぐらい、ぜひですね、本物を、現物を見ていただければ、機会があればですね、と思います。ということで、もうほとんどこれでも技法的にもうマニアックな部分まで全てお見せしたんじゃないかなと思います。もちろん私がこう作家活動を続けていくにあたって新しい技法とかを今後も開発していくと思うんですけども、これは私の中での発明的な技法かなというふうに思います。よかったらチャンネル登録といいねボタンをいただけると嬉しいです。コメントもよろしくお願いします。ということで、長々ご視聴ありがとうございました。皆様お元気で毎日お過ごしください。それではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。